こんにちは。BA チャンネルの BA です。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。今日はポカポカ日和、気持ちがいいです。うちの数少ないお一人様をご覧いただいています。鉢からはみ出すように葉を広げているアメイジンググレース。鉢底からの根はそれほどでもないですけど、植え替えしようかなと考えています。ここにもいました。シャイニングパールです。この子も植え替えしたいです。うまく取れるかわかりませんけど、鉢からはみ出した葉をもぎ取って、たった一つしかないこの多肉の種類を増やしたいなぁと考えています。他には、今年初めに購入した小さな韓国苗たち、そろそろ一回り大きな鉢に植え替えしたい子たちが目立ってきています。今日の動画はこれらお一人様多肉を植え替えしていこうと思っています。最後までお付き合いよろしくお願いします。BA チャンネル。植え替えるために出してきたのがこちらの多肉たちです。スリット鉢へ植え替える多肉が1つと、鉢増し植え替えする多肉が4つ。葉をもぎ取って葉ざしを作りながら新しい土で同じ鉢へ植え替える多肉が2つ。ついでにこちらの鉢も植え替えしていきます。まずは葉ざしを確保しつつ植え替えしていく多肉の2つから始めていきます。植え替えをするにはいい根の回り方です。ただ紅葉させたいのであれば、この状態のまま冬越しさせた方がいいかと思います。今回は葉ざし目的で植え替えを決めました。葉ざしも春の植え替え時にできるので、紅葉を楽しみたい方は急ぐ必要はないと思います。途中で切れてしまいました。これは発芽しないので処分します。取れた付け根を見ると残っているのがわかります。気になるのでピンセットで取り除いておきます。2つ目もまた失敗です。結局うまく取れたのは2、3枚だけでした。刃が取りにくい多肉もあるので仕方がありません。何事も経験です。次は2つ目のアメイジンググレース。根の張り具合は先ほどのと同じ感じですね。これも刃が取れにくい多肉だったらどうしよう。内心ドキドキしています。とりあえず1枚成功です。2枚目は失敗です。今度は慎重に揺らしてうまくいきました。取れた葉の先にピンク色の点が残っていたら成功です。容量が分かれば、あとは形を見ながらバランスをとっていきます。一つ目の多肉で失敗続きでへこみましたが、
これだけでもうまくいってよかったです。この2枚も取ってしまおうかなと思います。入れているのはいつもの混合土です。すりと鉢には鉢底石は入れず直接入れています。以前にも言いましたが、うちのお一人様用の植え替えは初めて多肉専門店で購入した時のそのお店の土を真似ています。次は一回り大きな鉢に植え替える多肉たちです。今年2月にネット購入したミニ韓国苗の中の4つです。
こちらのシャンペーンはスリット鉢に植え替えたくて選びました。これは100均の植木鉢ですけど、底穴が小さいのが一つしかなくて、水はけがずっと気になっていました。この鉢に植え替える時も当時気になっていたようで、鹿沼土オンリーで植えています。そのおかげで夏を乗り越えられたのかもしれません。やっと他のお一人様と同じようにスリット鉢にすることができます。最後はついでの植え替え。群生株として育てているトップシーター B です。肥料を入れた印のパンダピックが入っています。今回の植え替えにも肥料を土に入れておきたいと思います。このまま底穴から押し出せるといいのですが、ちょっと無理そうなので上から抜いていきます。鉢の縁から攻めてみます。せっかくできた小株たちをそのまま育てていきたいので、少し面倒ですが手間をかけて抜いていこうと思います。やっと抜けました。あとは枯れ葉を掃除して植えるだけです。トップシーター B の枯れ葉は取りづらく、一枚一枚引っ張らないと取れてくれません。植え替える時がチャンスなので、ここはきっちりやっていこうと思います。親株の根元にも小さな小株ができているのが見えてきました。楽しみです。あ、肥料を入れるのを忘れました。マグアンプの小粒です。
これで予定していた植え替えが全部できました。お一人様は鉢が揃うと綺麗ですね。まだうちの地域ではそれほど気温は下がっていないですけど、先週の土日の夜で6度まででした。毎年初めての寒波の時は、多肉も人間と同じでまだ寒さに慣れていないので、いつもより注意が必要だと思います。特に今回のように植え替えしたばかりの多肉や根付く前の苗、葉ざし苗には早めの対策を考えたいですね。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。美瑛でした。次の動画までバイバイ。